皆さんこんにちは。今日は初めて歩きながら撮影してみます。今日の予定はこれから薬局でリップクリームを買いに行って、その後モノプリで買い物したいと思います。品揃えが豊富そうなこの辺りで一番大きな薬局に来ました。皆さんは海外のスーパーや薬局興味がありますか？私はずっと入れちゃうくらい好きで、こんなに円安じゃなければ試してみたいものがたくさんあります。ついつい円換算しちゃってなかなか手が出ませんが、10年前くらいまではフランスの薬局コスメはもっとお手軽だった印象があるんですけどね。昔はそんなに見なかったけど、フランスにもメイク落としやシャンプーなど、旅行用のミニボトルコーナーがこんなに。無香料のリップクリームを買いたかったので、裏の成分表を念入りにチェックしました。フランスでは2023年8月から紙のレシートは必要な人だけもらうようになりました。お会計の時、ルチケという言葉が聞こえたら、レシート欲しいと聞かれているので、欲しい場合はウィと答えましょう。Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir. リップクリーム1本買うのに20分もかかってしまいました。もう選択肢がいろいろあって、裏の成分を見たり悩みました。ここはモノプリの店内。シャンプーやボディーソープを見ると種類が多くて、毎回どれにするか悩みます。10年前、フランス語が全くわからないとき、スーパーにシャンプーを買いに行ったのに、買えずに家に帰ったことが懐かしい。今は成分や匂いで迷うので、それから比べればだいぶ成長しました。撮影しながら、ああでもないこうでもないと一人でブツブツ話していたんですが、なんと店内の BGM が著作権に引っかかるということで、後でナレーションを入れることになりました。おっとここで皆さんに知らせたいことがあります。ちょっと小さいですけど、ここにある機械見えますか？これスーパーには大抵あるんですけど、バーコードを読み込ませると値段が表示されるんです。フランスのスーパーでは値段がわかりにくいことがあるので、確認したいときは使ってみてくださいね。フランスでは自分で持ってきているエコバッグを買い物かごとして使って OK です。レジで品物を出した後、中身が空になってるよとちらっと店員さんに見せるのがおすすめ。見せなくても何も言われないかもしれないけど、言われている人を何度か見かけました。
ここでフランスのスーパーあるあるなんですが、2個買うと1個無料とか、2つ目は半額っていう売り方がよくあります。そういう商品に限って1個しかいらないものばっかりうまくできています。キッチンコーナー。シンプルで統一感がありますが、食器類は重い。ずっしりです。食洗機を使う人が多いから軽さは求めていないのか、そもそも食器に軽さを求めていないのか、どっちでしょうね。ここはさっきの薬局とほぼ同じ商品が売っています。ここでさっき言わないともらえないレシートのこと覚えてますか？例えば、私がさっきリップクリームを買ってレシートをもらわなかったとします。バッグに入れてこのモノプリに来ます。セキュリティの人にバッグの中見せてと言われたとき、そのリップクリームは自分が買ったと証明する必要がありますよね。なので私は毎回念のためレシートをもらうようにしています。毎年9月21、22はヨーロッパ文化遺産の日ということで、美術館や文化施設が無料で開放されます。観光案内所にパンフレットをもらいに来ました。チーズ屋さんに寄って帰りましょう。私と夫はチーズの好みが違うので、いつも一人分、なるべく小さく切ってもらいます。毎回、なるべく小さくと言っても、なかなかの量を提案されるので、勇気を出してもっと小さくできるか聞いています。今日のお昼はクロックムッシュを作ります。最近こんな黒い食パンにハマっています。原材料はこんな感じ。次回の動画では日本未上陸の香水屋さんに行ったり街を散歩していますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。アビアント。